89.7 Find your colors on Inter FM. Ami with Yumi. Good evening, everyone. この番組はあの頃の感性に惹かれた人たちが世代を超えて再び集い、懐かしさを超えて平成を今の価値として編み直していく仲間、メンバーになるための場です。 Puffy Remember.パフィー小野木亜美です。安村恵美です。こんばんは。今日は、令和8年8月8日パパの日だって確かにでもさ、パパの日、珍しくない？今年じゃない、今じゃないと無理だから。そうだよ。去年は77の日があったってことでしょ。そう今年はもうないじゃん。もうないよ、もうっていうことだよね。そう今日は今日でしかないんだよ。よし、今日も頑張ろう。そうしよう、頑張ろうよ。そんなね、パフィーは、ちょっと前になりますけど、パフィーの P フェスという初の主催フェスをやり終えたわけですよ。今回はもう感想会というか反省会というか、そうですね、褒め会にしよう。ようやったな、ほんまによう頑張ったわ。あんた1日目であれだから2日目足の疲れ取る靴下履いてきたろうっていうね、それ超羨ましかった。もうマジであれなかったら私歩けなかったと思います。まあもちろん2日間やった1日目は初日のトップバッターが自分たちだったんで、バーって一生懸命やりきったんですけど、その後も後ろのバックステージでお話ししたりとか、あと出演してくださってた方のみんなステージをちょっと舞台袖なんですけどずっと見てたりしたから、一日中座ることがなかったんですよね。で一回ちょっとお化粧直そうかって言って座った時にもうこれ座ったらもう立てないかもしれないと思ってそっからはもう何でも立って全部解決しようってなって、もういろんな人に今座れますよって言っていただいたんですけど、大丈夫って、もうトイレすらちょっともう行くのやめようかなって思うぐらい、トイレって座んなきゃダメなんだって思ったもんね。私もう立てないかも、この個室から出れないかもしれないと思って。そうなんです。そのぐらい緊張もあったのと、なんせね大変だったよね。大変だった。もう気苦労の絶えない2日間でしたね。そうなんです。フェスって自分出る側が多かったから、出る側しかやったことないから、イエーイ楽しもうみたいな気持ちだったけど、とんでもなかったね。あんな感じ大変なんだなっていうのが、本当に改めて分かって、でもみんなよく知ってる人というかね、そういう方々ばっかりだったらみんな優しい気持ちで笑顔でいてくれたんですけど、家帰って文句ばっかり言われたらどうしようって、その不安もありましたよね。本当わかる。なんだよとか言われたら二度と出ねえわみたいなこと言われたらさ、悲しいよね。なのでなんかいろんな意味で緊張感ありましたよね。でもほら褒めのみだから。そうよく頑張った。頑張ったって。あれ履いてきて2日目ちょっと楽だったでしょ。圧縮靴下ですか。あれ超羨ましかった。やんなさいよ。違うの。忘れた。そう言ってたよね。明日絶対必要だねとか言って。忘れてたらパッて見たら履いてると思って。そう、もう入りから履いてたから。そう。ってことはその前の晩からずっと履いてる。もう脱げないと思って。羨ましかったあれ。でも本番は脱いでたじゃん。そしたら由美ちゃんが脱いだのみたいなこと言ってたから。そう本番の時こそずっと立ってるからさ、2日目も。履くんじゃないのかなと思ったら、なんで脱いだんと思って。いや、そっか、履いてていいんだと思った。そうだよ、ちょっと長めの靴下だなと思えばさ、でも暑かったからね。確かにちょっと暑かったね。いやでも楽しかったね。反省点も多々あれど、やっぱり楽しかったって
いうのと、あと見てくれた人たちがめちゃくちゃこう褒めてくれるじゃん、楽しかったよって、あれがいいよね。褒め会だからさ、今日はもう褒めのパメしか読まないことにしよう。褒めパメ、褒めパメだけを受け付けて褒めパメだけを読んで、本当にここでねぎらってこう。そうしよう。じゃあその前にね、一曲紹介お願いしてもいいですか。はい、いただきましょう。私たちの一番新しいシングルですね。聴いてください。パフィーでもやーず。一日の日が暮れる、やみました。ふってするとして一つだけ引っかかりを聴きいただいたのはパフィーでもやーずでした。インスタ FM パフィーリメンバー、改めましてパーソナリティのパフィー大貫亜美と吉村恵美です。さあ今週は、パフィーの P フェスについての感想、はい、褒めパメをね
ぜひはい紹介してたので、ちょっと褒めてないとこ全部飛ばしてみたいなと思いますよ。はい、お願いします。さあ行きます。こちらはですね、ラジオネームジェット兄貴さんです。はい。パフィーの皆さんこんばんは。この前こんばんは P フェス行きました。めっちゃ最高でした。ありがとう。僕はパフィー世代じゃないのですが楽しめました。どういうこと？あれここ飛ばすとこだったっけな。飛ばすとこやろ。出演者が豪華で貴重な体験しました。事前にパフィーの好きな方におすすめのアルバムを聴き、ハニークリーパーとフィーバーを勧められたので、それを聞いて臨みました。パフィーさんの曲は勝手に体が動いてめっちゃ楽しかったです。またライブに行きたいです。やっぱりハニークリーパーの曲からフィーバーの中からやったっけな。ねえ、大丈夫かな。ちょっともしこれだけ聞いてたら多分全曲知らない曲になったかもしれなかったけど大丈夫かな、不安。ねえ、でも褒めてくれてる。ありがとう。嬉しいよ。ありがとう。誰のファンで来てくれたんだろうね。どこに住んでんのその子？書いてないの？そんなのは書いてないです。教えて、個人情報。やめて、これは書いてないです。そしたら次お家の近くでライブやったら来てくれるってことでしょ？そうですね。まずフェスはベスト版から聞いといてくれたら、そうだね。なるべくみんなが知ってる曲をたくさんやろうかなと思って今挑んでるんで、はい。そっからね、ちょっとマニアックですよね。ね。ハニークリーパーとフィーバーって好きなアルバムですけど。通好みですね。通好みです。でもほら、パフィーを好きだって言ってくれてる方に事前に勧められたから、そうじゃなくてパフィーを知らない人に聞いた方がよかったよね。そうだね。でもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私もちょっとパメ読むね。はい、褒めパメ。褒めパメかな、これ。褒めパメ。そしたらもうすぐ泣くよ。普通パメ。普通パメだと泣くよ。ラジオネームスカッシュさん。パフィーのお二人こんばんは。こんばんは。P フェスの出演者が発表された時、こんなメンバー本当に集まるの？と思いました。でも当日はその豪華さ以上に出演者の皆さんがパフィーを心からお祝いしている雰囲気が伝わってきて感動しました。30年間愛され続けてきたお二人だからこそ実現したフェスなんですね。本当に素敵な一日をありがとうございました。出演者の皆さんとの舞台裏では印象に残っているやりとりはありましたか？実はこんな話をした。あの人が意外だった。など、ここだけの裏話があれば聞いてみたいです。ね、普通パメでしょ？まあ、普通パメですけど、褒めてくれてる。よかったって言ってくれてるから。出演者との裏話、あれ、裏話かな？裏話かどうかわかんないですけど、スチャダラパーの時に一曲、歌いに行かしてもらったじゃないですか。自分たちの、ウェイクアップメイクアップという曲をスチャダラとコラボしてたので、それをスチャダラのステージでやらせてもらって歌いに行くっていうの、あれ本当のぶっつけで、あれ一番緊張感ありましたよね。そうだね。リハーサルもしてないですし、なんなら全員大丈夫かなみたいな感じで、あれ緊張したよね。ですごく慣れてる曲ではないじゃないですか。確かに久々にやるぐらいの曲、そうだ。だってスチャダラさんとも10年ぶりにあれやったよね。そうなんですよ。その後1回ぐらいなんかツアーでちょこっとやったぐらいでやってないのかなっていう感じだったから、確かにあれ緊張したよね。あれちょっと緊張感あったよね。全員が歌詞がさ、ちょっと合ってんのかなっていうポワンとしてたよね。何度かみんなが目を合わすみたいな、あれ緊張感あったな。でもね、無事よかった。本当にと思う。本当無事よかったとしか言いようがないね。あとはさ、水谷千恵子先生が、こう最初さオファーした時に、どんなことをされるのかが全く分かんなかったじゃん。当日まで分かんなかったじゃん。で結局バンドの方を引き連れてきて、でここでもどんなことをやるんだろうみたいな、想像がつかなかった。そしたらまさかの魂のルフラン始まり。もう本当に面白かったね、あれ。めちゃくちゃ歌うまかった。いや、歌は。いや、もうそれ大先生だからね。そうですね。芸能生活50周年。ね。
ずっと50周年。そうなんですよ。でもね、足もちょっと怪我されてたからね、心配だったけど、無事千恵子先生もね、ステージを終えて、ケータリング召し上がってた。本当、その時見てほっとした。本当。よかったと思って。ね、思わずもう大変だと思うんでちょいちょいでやってくださいって思わず送っちゃったもんね、メール。そうだね。申し訳ないと思って。私ももう何かあったらすぐ出ていくんでって言ってね、魂のルフランなら歌えますってね。ねえ、面白かったな。面白かった。でもちょっとバタついてて思えてないことも多いかもしれない。あんまり出演者と喋る間が、そうだね。そう、フェス中はなかったじゃない。確かに。あとさ、すごい言われたのが、ステージとステージの間の転換中に、私たちバックステージトークみたいなのあったじゃん。あれ収録だと思われてたよ。ちょっと嘘でしょ。私たちがめっちゃ早着替えしてあれに臨んだ結果、みんな収録だと思ってたんだって。だから収録でよかったのみたいな。嘘でしょ。着替えなきゃよかった説と、なんか収録でよかった説と両方出てきて。収録だったらもうちょっと上手にしてるっていうのっていうね。そう。だからおぼつかない収録だと思えたじゃん。嘘です。それが一番最悪じゃない。もうやだよ。そう、あれはもう本当の生でやってるんで。そう。だからもうちょっと引き出せなかったんじゃない？生っぽいようなことを引き出せなかったから、なんか収録っぽかったのかもしれない。ね、せっかくね、ご参加いただいたアーティストの皆さんもいたのに。全員にね、テンパっててすいませんって土下座したい。ね、焦りましたね。本当すみませんでした。じゃあ、赤落ち込む。さあ、褒めパメいきましょうかね。褒めて。はい。続いては、ラジオネーム茶色いおかずさんです。パフィーのお二人こんばんは。こんばんは。Pフェス本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。豪華な出演者の皆さんはもちろんですが、ステージに立つ全員が心から楽しそうで見ているこちらまで笑顔になるフェスでした。よかった。終わってからお二人はやりきったという達成感の方が多かったですか、それとも終わっちゃったという寂しさの方が大きかったですかと。どっちだろう。もうやりきったよね。やりきったね。やりきったと思う。やりきったがゆえにさ、いつもなら絶対する打ち上げもなくスーンってもう帰ってた。そうなんだよね。私たちさ、結構こう昔ながらの打ち上げなかったらライブじゃねえよみたいなさ、昔肩着のね、あまりの疲労でスーッと帰ったよね。スーッと帰っちゃったよね。お疲れ様でしたみたいなさ。だから相当疲れてたんだと思う。ね、すぐ圧縮靴下履いて。もうだから本番じゃ履いとけって言ってんじゃないよ。そしたら次の日マシだったかもしれないよ。本当だよね。いやでもなんかやりきったと言われたら100点だったかって言われたらちょっと怪しいところももちろんいっぱいあったけど、そうだね。でもメンツだから許してくれたっていうさ感じじゃないかな、みんな。そうだね。結構知らない中じゃない方々ばっかり出てくれて。そうなので安心してこっちもできたっていうのがあるかもしれないね。いやでもね、とりあえずやりきったよ。もうやりきったっていうか疲れ切ったか。本当だって次の日私足動かなかったもん。だからじゃん。だからかな。そうだよ。なんか仰向けで起きて、仰向けで起きたんだけど、あれ足が動かないみたいなドラマみたいなことになっちゃう。おかしいな。みたいな。履いてなかったけど動けてるからじゃあ履いとかなかった方が良かったのかな。そうなのかな。多分ちょっと足甘やかしたんじゃない？そしたら履いて。かもしれない。それはある。あるね、あるね。それはある。だから履いたり脱いだら履いたり脱いでしたらよくないんだよ。引っ張るね。靴下トーク。本当。さあそんな感じでもう褒め終わり？もう褒め終わりですよ。嘘。じゃあ褒め終わったから。曲いく？まだやらない？曲いきます？一旦曲いきますまた。じゃあ最後にちょっと聞きたいけど P フェスまたやるの？やらないよね。でもすっごい言われるよ。来年また待ってますねとか。
でもさ、またやってそれまでくださいってにはお友達を増やさないと無理じゃない？そうだね。今知ってる限りの人脈をなんか全て使い切って協力してくれる方がいて、そうだったからあんなアットホームなさフェスができたっていうことは、じゃあ2回目3回目やった時にさ、もう自分の引き出しないからさ、そうだよね。ね、それ困っちゃうよね。そうなんですよ。ならではみたいな感じのラインナップだったから。そうなんですよ。また同じ人になっちゃう。そうそれでもいいですか？そう。だからなんか人脈を広げられることができたら考えられるけど、なかなかね。でも会社はなんて言うんだろう。我々の所属事務所はもう一回やれっていうのかな。どうすんだろうね。どうだったんだろう。いやかな、でもそれも聞いてないんだけど、あれ赤字黒字もう何字次にささっともうさ他のこと流れていってるけど、大丈夫なのかな。わかんない。何も言われないっていうことはダメだったのかな。本当だね。何も言われてないね。怖い。やばい。この話もうちょっと切り上げといた方がいいんじゃないの？怖い。じゃあそれ怖いね。じゃあ、改めて、それぞれね、P フェスに来てくれたリスナーへ感謝の一言言おうか。いや、どうだろう。でも本当ありがとうございますっていうのと、何より出演してくれた方々にお礼を言いたいっていう、その方がいたからお客さんもたくさん来てくれたと思いますし、みんな最後まで楽しんでもらえたんじゃないかなと思うんで、もしまたねやることがあったら来てほしいなと思いますし、もしやることがなくっても今度はパフィーのワンマンとかにも足運んでもらえたらいいなと思いますよ。はい、本当に私たちのステージを初めて見たという方も多かったと思うんですけれども、他のねアーティストのファンの方とか私たちもあんな感じでやってますんで、結構でも我々のライブの中でもベストアクトに入るのではというぐらいいいライブだったなと思います。1日目と2日目がちょっと見え方をガラッと変えたというか、イメージも変えれたので、両方見た方はより分かってもらえるんじゃないかなと思います。とてもいいライブができたと思うので、もしよかったらワンマンの方にも足を運んでいただければと思います。はい。それではですね、一曲どっちの日もやったよね。どっちの日もやったんですが、初日にゲスト来てもらったんですよね。そう、スーパービーバーの柳沢亮太くんが来てくれて、ギターで参加してくれたこの曲を聴いてください。パフィーで誰かが。でも分かってること
インター FM パフィーリメンバー、そろそろお別れの時間でございます、今日はね P フェスのことを振り返っていろいろあだこだ言いましたけれども、P フェスのグッズが大好評なんですけど、こちらオンラインでも発売中なんです。そうなんですよ。めっちゃ可愛いよね。顎なしね。顎なし。うちの顎知りませんか、の T シャツね、あいつ。そうでも確かに1日っていうか、2日間だけのことで、なかなか来られなかった人もたくさんいらっしゃるかなと思うんで、ぜひグッズでもね、気分を上げてもらいたいなと思いますんで、ご購入できるので、そちらもよろしくお願いします。そして番組ではパフィーへのメール、通称パメも募集しています。私たちへの質問、悩み、そして平成カルチャーについてなど何でも結構です。また平成ソングのリクエストもお待ちしています。皆さんの平成の思い出とともにお送りください。メールアドレスは puffy@interfm.jp puffy@interfm.jp です。お待ちしてます。 SNS での番組の感想はハッシュタグpuffy897 をつけてお願いします。毎週月曜日にはパフィーリメンバーのポッドキャストも配信されます。そちらもぜひということでね、はい、また来週ですかね。そうですね、来週も別にいいんですよ。褒めパメいっぱい送ってくれて、いろんな意味でのね、フェスじゃなくても通常の褒めパメも、来週ゲスト会なんでごめんなさい。じゃあゲストとの喋りよかったよっていう褒めパメでもいいです欲しがる。とにかくね、褒めパメ褒めてくれたら私頑張れる。お願いします。お願いします、じゃないとユミのグメが愚痴メールが来るんでグメお願いしますはい、それではまた来週です。お相手はパフィーのぬきあみと吉村あみでした。さよなら。世界中のレコード CD が集まる Record City。 音楽を通じてより豊かで優しい未来へ。詳しくはレコードシティで検索。 Record City は Fuji Rock Festival 2026のオフィシャルサポーターです。カリード待望の来日公演が8年ぶりに決定。インター FM 公演カリード It's Always Summer Somewhere Tour、 12月3日東京ガーデンシアター。グラミー賞6部門ノミネートを誇る唯一無二の R&B シンガー。一夜限りの公演をお見逃しなく。ただいまチケット先行予約を受付中。インター FM ウェブサイトをチェック。藤原さくらです。毎週日曜深夜12時からお送りしているHere Comes the Moon。毎回私の好きな曲を流しながらリスナーの皆さんにのんびりした時間をお届けしています。藤原さくらのHere Comes the Moonは日曜深夜12時から。